ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の不動産業界大手として以前から紹介している恒大集団、アメリカにおいて破産申請を行ったというニュースが流れています。中国の不動産業界で問題が起これば、それは中国経済全体にとっても凄まじい影響を与えるものです。ですから、この動きを見逃してはいけません。それではどのように報じられているか早速見ていきましょう。恒大集団がアメリカで破産法申請。中国の不動産問題、世界経済のリスク。経営危機に陥っている中国の不動産大手、中国恒大集団は、アメリカ連邦破産法15条の適用をアメリカニューヨーク州の裁判所に申請した。アメリカ内に持つ資産を債権者による差し押さえなどから守り、経営再建につなげる狙いがあるとみられる。同法15条は、再建を目指す外国籍の企業が申請する条項。適用されれば、取り立てが一旦停止され、債権者と合意できれば、経営を続けながら会社を立て直す機会が得られる。恒大集団は巨額債務の国際的な再編に取り組んでおり、アメリカにおける資産の保全もその一環とみられる。恒大は資金調達による大規模な不動産開発で急成長したものの、不動産バブルを恐れた中国政府の規制強化で経営が悪化。負債総額は2022年末時点で約49兆円に達し、負債が資産を上回る債務超過に陥った。中国の不動産市場は低迷が続いている。今月10日には最大手の碧桂園が2023年1から6月期の最終損益が約1兆1000億円の赤字に転落する見通しだと発表。経営不安が業界にさらに波及する懸念が出ている。恒大集団が今回破産申請を行ったのはアメリカです。アメリカにおいてこの破産申請を行うことによって、恒大集団は実質的に経営破綻していることを明らかにしたわけですが、同時に恒大集団にとって怖い存在である海外の機関投資家などから強制的に資産を差し押さえられることを防ぐことが目的だったと考えられます。恒大集団はこれまで借金をすることによって多額の資金を得て、その資金を元にして不動産開発を行い、不動産開発で得たお金プラス、さらなる資金調達を行うことで、もっともっと大きな大規模不動産開発を行うといったことをひたすら繰り返すことによって、事業規模も拡大してきたし、利益も拡大してきました。しかしそのような自転車操業といったものは、あくまでも不動産価格がどんどんと上昇する中においてはうまくいくのですが、現在の状況は全く恒大集団にとってはどうしようもないような状況になっています。不動産価格そのものも頭打ちですし、資金繰りについてももはや危機的な状況で、発行していた社債の利払いもできなければ元本の償還についてももはやできないことから、債務不履行、デフォルトの状態に陥っているわけです。そして、恒大集団の発行していた債券を買っていたのは、中国本土の企業、投資家などだけではなく、海外の機関投資家なども購入していました。ですから、それらの人たちに対して、利払いを待ってくれであるとか、もしくは、返済が先になるような別の債券に借り換えてほしいであるとか、他の金融資産である恒大集団の株などに切り替えてくれないかなどといった、いわゆる延命策を協議してきたわけです。ところが、そのような話はほとんど旨味がありません。恒大集団が経営危機に立っているということは明らかなわけですから、返済を先延ばしにするような別債券に乗り換えるというのは、もはやお金が返ってこないことを覚悟するしかないような話ですから、今ある資産を何としてでも切り売りしてでもいいから、借りた金返せよみたいな話になっているわけです。そのような話の一環として資産の差し押さえなどが次々と起これば、あっという間に恒大集団はボロボロになっていきますから、それをなんとか一時的にも食い止めようというわけです。ただ、恒大集団の場合だと赤字がとてつもない額であるといったことはすでに明らかですし、債務超過であるということも発表されています。ただし、恒大集団の本社はアメリカではなく中国ですから、中国国内において完全な破綻状態になるかといえばもう少し先になるかもしれないと言われています。それはとてつもなく大きな債権を抱えている会社ですから、突然死した場合においては、その関連企業の連鎖倒産や貸付を行っている金融機関も倒れるかもしれないという、まさにチャイナショックが起こるかもしれないとして、中国政府が手を回して突然死を防いでいるだろうというふうに見られているのです。このような話をするのは、恒大集団の経営危機が叫ばれたのは、
今年の話ではなく、2021年頃にすでに明らかになったことですから、それから見れば明らかに年月が経っており、その間不自然にも生き延びている状況だとも言えるからです。さて、それでは中国政府、今どのような動きをしているか、危機に対して、こそこそとこのような動きをしています。中国が株式売り越さないよう一部投資基金に要求、相場低迷で。中国当局は今週、一部の投資基金に対し、株式を売り越さないよう求めた。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。今度株式相場は値下がりが目立っていた。非公開情報だとして匿名を条件に話した関係者によると、各証券取引所が一部の大手公募基金会社にいわゆる窓口指導を行い、各営業日で本土株の売り越しを控えるよう求めた。この指示は各社の投資責任者を通じ、運用担当者に伝えられたという。中国、若年失業率の公表一時停止。海外投資家の信任さらに低下も。中国国家統計局は若年層の失業率について測定方法を改善する必要があるため、データの公表を一時停止したと明らかにした。国内の雇用見通しに対する不満が高まる中、ソーシャルメディア上ではこの決定に批判が相次いだ。これに先立ち発表された鉱工業生産と小売売上高の統計は予想よりも弱い数字となり、景気減速を示す内容となった。ここ数年の規制強化により、不動産やハイテク、教育など、これまで新卒を多く受け入れてきたセクターが影響を受け、中国の若者は最も厳しい夏の就職活動シーズンを迎えている。先月発表された直近データによると、16から24歳の若者の失業率は、6月に 21.3% と過去最高に達した。中国通信社が先週民間の調査データを引用して報じたところによると、卒業後半年以内に出身地に戻った学生の割合は2022年に約 47% で、2018年の 43% から上昇した。中国当局にとってももはや経済の実態が悪化していることを認識せざるを得ないのでしょう。そのために出てきたのが、表面上に数字が現れないようにしたり、もしくは表面上にショックが大きくならないように、先回りして株式を投げ売らないようにと通達するなど、根本的な問題を何とかできないのであれば、小手先だけでもなんてこしようというちょっとした小賢しさを感じてしまいます。中国経済がこの後大きな転換期を迎えるのは間違いないでしょう。というのも、恒大集団の経営危機というのは、一つの会社の経営判断ミスではなく、経済全体から見た場合においても、構造不況に当たるからです。これまで中国経済を支えてきた不動産業界の成長というのはあくまでもみんながみんな借金をしてでもそれでもまだ儲かるよねという幻想に基づいたいわば小さなバブル状態のものです。不動産は買えばいずれ値上がりするよね。だってみんながみんな今よりも豊かになるしお金があれば不動産も買うよね。だからこそ今借金をして不動産を買っても、いずれは値上がりして自分の借金はチャラにできるぐらいの値上がり益は得られるはずだ。そしてそれは私だけではなくみんながそうするんだから、みんながやればいいじゃないか。そして不動産会社も借金をどんどんとしたとしても、それに見合っただけの不動産開発を行って、多くの人たちが借金をしてでも不動産を買うのであれば、まだまだ開発はできるし、開発するための借金をもっともっとしたとしても、会社はもっと大きくなるし、利益はもっと出るというふうに、常に拡大志向の中で借金を重ねてきたわけです。しかしそれはあくまでもうまくいっている間だけの話であり、今まさにそれが限界点を迎えて、生産の時期に入りつつあるわけです。人々がいずれ値上がりするからというのを前提にして、借金してでも買っていたものが、もう値上がりしないんだったら、大きな借金はできないなというふうに思えば、当然のように不動産価格の上昇といったものも望めないわけですから、むやみやたらにみんなが不動産を買うという状況はもう来るのはちょっと難しいでしょう。そうなれば、むやみやたらに借金をしてでも事業を拡大してきた不動産業界のビジネスモデルそれ自体も、もはや過去のものとなっていくでしょう。そうなれば今あるむやみやたらな拡大志向で成長してきた会社というのは破綻が逃れられない運命にあるとすら考えられるわけです。そして中国における不動産業界の躍進というものは中国の内需の中においても非常に大きな割合を持っていますから、それら開発会社などに多額の融資を行ってきた金融機関や個人向けのローンにしてもそうなのですが、実態から大きく外れたお金のやりくりといったものが破綻することによって中国経済全体に対する悪影響も凄まじいものになることが予想されます。ただしそれがいつ来るかについては
まだ誰もわからないところです。それだけに中国経済が大失速する、いわゆるチャイナショックがいつ起こるかについては、経済金融界においては大きな関心事となっているというわけです。というわけで今回の動画はここまで。中国恒大集団がアメリカにおいて破産法を申請しました。つい先日、2年間の純損失が10兆円にも達していることを発表した後ですから、経営危機の中でそれから脱しようとする最後のあがきのようにも見えますが、それの後にある本当の破局、中国の不動産業界全体に対する危険信号の前触れだとも私は見ています。皆さんは今回のことをどのように思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。